重いんだよね。去年もヘビロットなのね。去年とかずっと大丈夫だったのね。一回もないよね。正月も大丈夫だったもうちょいだった。もうそのままいっちゃうよ。朝だからまあ3時半。いやもう慣れちゃってるから別にそんな緊張じゃない。基本的にはライサワーとレーズン酵母と酒種3種類。でもその中でなんていうか全粒粉の割合が違った種とかそこら辺をまた分けてる。まだまだ本当はもっと大きくなるんだけどね。まあでも十分これで。まあ酒種は日本の伝統的な酵母だけども、でもあんまり使う人いないんで、高糖度でも発酵するんだよね。だから菓子パンなんかには向いてるんだよね。酒まんじゅうとかね、そういうのはみんな作ってるからね。まあ特に秩父なんかでも酒まんじゅうってよく作ってるから、だからそういう酒種っていうのには割と馴染みはあるよ。
パンだったらもう40年前、生活の延長でパンをやられてたんですね。初め奄美でやった時には独学でやったんですよ。でもそれだとやっぱしなんていうかな、限界が見えてきてからやっぱりちゃんと一から修行してやるんじゃないかなと思って3年半修行して、やっぱ菓子パンとかそこら辺全般作るっていうことはそれまでなかったんでね、そういったこととか、あとはやっぱし大量のパンを大量に作るとかね、そういうのが経験したことがなかった。それはすごく勉強になって、その修行時代にはそういう自分がやろうと思ってた天然酵母扱ってなかったわけだから、それはもう独立するっていう時に、まあ、自分で降りて天然酵母のクロワッサンっていうのかな、なくはなかったけども、やっぱり自分が求めるクロワッサンみたいなのはなかった。軽い食感ですとかね、さっくりとしたとか、そういったいわゆる一般的なクロワッサンですね。イーストのパンだと発酵力が強くてふわふわのパンは焼けるんだけども、うまみみたいなのがないんだよね。あと酸味が少し足りないし、この辺は天然酵母ではないと出せないっていうのがあるし、それとあとやっぱしイーストで焼いたらみんなイーストの味だし、そういう自分のオリジナルな味っていうのはなかなかイーストだと表現できない。天然酵母っていうとね、あれなんだけど、まあ美味しいパンを作りたいということだけなんです。
こもり。やっちゃった。おい、ちゃんところが取れた。ああ、角食にしなきゃいけなかったのに、すごいどうだ。そうだったんどうも。どうしよう。多めにあげてさ、うまく使って、使わなかったね、これは。でもこれ、なんか忘れがちだね。今からやるかな。ある？そうだね、悪いもんね。半分。いっぱいあるわ、いちごなが。ちょっと。はい。いちごが3個。シューン、お土産いっぱいあるよ。こういう店にです。間に合わない。計算ちょっと途中までしか納品書作ってないとか、そういう夜眠くなって普通に座ったまま寝て仕事ができてない。でもジムだけやってた時はなんかプチプチ太っちゃってさ、眠くなるからつまみ食いとかして、忘れた。ガリガリっていうことまでいかない。だいぶ痩せたよ。でも事務仕事でずっと楽しいしね。まあ、私はポンと一緒に誘われて行ったからね。まあでもちょっと水俣に行こうかどうしようかとか思ってるような時にたまたま奄美でなんかいいんじゃないっていうお誘いがあったから、まあそれもいいかなと思って。
けどやっぱり南方にちょっと憧れてたんだよね。そういうのはちょっと馴染めないところあったんだけど、やっぱり島のじいさんに竹細工習ったりとか、そういうの楽しかったね。あとやっぱ海の遊びとかもあったし、漁もやったし。船走らせてる分には大丈夫だから、船の免許を取って馬を取る前に漁にも、できる漁は参加していたし、地元の人と一緒に共同で漁をやってたので、ゲロゲロしながらいたんですけど、鶏飼って有精卵っていうか、ああいう自家配合の飼料で育てたり。子供たちはでものびのびとやるのかな。大人にちょっと大人の気ばついてた。生活だけするのがめちゃめちゃまあ規則とかによってそれはいいって言うんだけど。やりたいことをやりたいようにだからご飯作りたくない人も作るみたいなのがあったんだね。私は子供いたからいつも作らなきゃいけないし、バカバカって大喧嘩してまあでも結局はそれは夫婦生活は続かなかった。最終的には多分簡単に話すの難しいよね。右翼とか出てくる。何それ。奄美県だからその共同生活だと割と旅行者が来たりとかすごいオープンな生活してたんで、だからそこにたまたま旅行でなんかちょっと新人類かなって感じで、なんか男の今までおっさんだったからさ、結婚した相手でさ、なんか赤ん坊が泣いたりしたらパーって飛んでいったりとか、すごいそういう興味を赤ちゃんに興味持ってたりとか、ちょっと新鮮だった。あと何でもやるんだよね、こうって言って。パンとか作ったの、私が作ってるとちょっと教えてみたいな。ちょっとこうだよって言ったら、あ、分かった分かった分かったって言って、途中でそれ言って、それでなんか自分で独自に作っちゃうとか。本当に作れるんだよね。すごく上手にどんどんうまくなって工夫するからさ、だから加工品魚の燻製作るとかそういうのも全部こう上手だから、とにかくそんなお金もないしパン買ったりできないし、そんなパンも売ってないしさ、近所にそういう中でパン作ったんだけど、そしたらパンはごちそうだったもんね。
中でそんな重労働できない体になっただろうとダンプ聞かれてたんです。だからまあパンやろうかっていう話だけど、まあパンなんてどうせ趣味だよみたいなこと高いんで、まあでもやってみようっていうんでやったらなんかこうハマってお店までなっちゃう。マリはさ、そんなお金いらないからね。だけどこっちだとな、いや自分が好きなパン作ってもそんな売れない。そういうのが分かったのね。これハード系だってこうケーキみたいに切って塊にして食べにくいとか言われたりとか。だからそういうのが浸透するまでやっぱりすごい20年かかったというか時間がかかったかな。天然酵母でこんな種類作ってるようになりますし。天然酵母ですかって聞かれるもんね、お客さんに。全部作って。まあ変わりなく。うちのパン作りみたいなのをね、いろいろな人に広めてほしいなっていうのがあったからやってきたんだけど、それができたかどうか、力のね独立した人が増えてるからっていうか結構いるからね、本当に独立してもらうのもいいし。今みたいなペースで作るのは無理だとしてもね、ペースを落としてやればあと10年ぐらいは全然問題ないですからね。いやほんとしんどいななんて思ってやっても、やってるうちにね我を忘れるみたいなそういうところはある。どうだろうね。まあゆっくりしたいよね。いや本読むとかね、本当そういうのができないからじっくりとね、そういう時間が欲しいよ。片付けるわよ。はい、秩父人はそういう飲み会とかそういうのをやりますか？いや、秩父人全くやらない。そうか、でもここでもちゃんやめようかっていうお声だったけど、でもなんとなくやりましょう。夕方7時。だから別に休みじゃない。どっかで拒否されたとかよね。そうそうそう。木の実で虫に生まれる。虫が湧くから。あんな遠いところからよく来るんだよね。本当によくやる。
たい。入れるの？これ取られてる。あ